こんにちは。今回は GB400TT 用のサイドバックのクイックリリースマウントを作成します。今回から少しずつ音声の解説っていうのを追加していこうかなというふうに考えています。今回の作成の目的なんですが、宿泊ツーリングの時とかに取り外しができるサイドバックが欲しかったためです。アイデア自体は他の車種でも流用できるので、最後まで見ていただけると嬉しいです。では作成していきましょう。必要な材料はこちらになります。アルミの材質は5052で楽天で購入しました。フロントバックのクイックリリースマウントはアリエクスプレスにて購入しました。私が購入した時点では1個あたり900円程度でした。YouTube を見ていると他の方もクイックリリースマウントを作成していますが、このタイプで作成している人はいなかったので動画にしてみました。今袋から取り出しているのがバック側の樹脂プレートとなります。バック側は樹脂プレート、車体側はアルミ製となっています。樹脂プレート側に緩衝材となるスポンジを入れることでクリアランスの調整が可能となっていて、車体側のマウントのトリガー状のパーツを引くことでロックを解除することができます。実際に加工する前にスチレンボードで試作してベース部分の寸法を出していきます。この段階で入念にチェックをすることで後の加工が楽になります。先ほどの穴位置に加えて車体の形状に合わせて多少見た目を調整しました。両サイドはサスペンションの角度に合うように角を落とす形にしています。出来上がったものを 5mm のアルミ板に転写していきます。バック側はマスキングテープで穴位置をトレースします。多少ずれていてもレーザーなので調整は効くと思います。バックとマウントの受けの間には 2mm のアルミ板を使用します。先に作成したマスキングテープで穴位置をマーキングしていきます。穴位置をマーキングできたら受けパーツは両面テープで固定します。ハンドドリルや剛性の低いボール板を使用する際にはこういった方法の方が穴位置がずれないことが多いです。マウントの樹脂パーツが左右にオフセットしているのはウインカーを逃がすためです。では車体側から加工していきます。今回加工に使うのはバンドソーとボール板のみなので、小さい穴にはドリルの刃で対応します。加工のコツは片方を途中まで穴を開け、もう片方を貫通させた後再度戻って加工することです。後ほど仕上げるのでこの時点ではこの状態で問題ありません。グラブバーの2掛けの逃げを作ります。動画では 10.5π を使ってますが、実際には 14mm で加工しました。ドリルでの加工が終わったらスチレンボードはここで外します。バンドソーで粗加工をしていきます。バンドソーは高木のものを使っています。推奨はされませんが、木工用に金属用の刃をつけて使っています。負荷が原因かわかりませんが、一度コンデンサーがパンクして交換して使っています。バンドソーでの粗加工が完了しました。ボール板にリュータービットをつけてトリマーのような使い方をしています。こちらも推奨されていません。ボール板は横軸方向の力に弱いので、こういう使い方はやめた方がいいと思います。車体に合わせてみましたが、前側の穴位置が合いませんね。グラブバー自体も前側は長穴になっているので、そちらと同じように加工していきます。こちらも同様にボール板とリュータービットで仕上げました。
なんとか車体への取り付けは完了しました。プレートの加工が難しいために、固定部は前側はグラブバーと車体の間、後ろ側はグラブバーの外側としています。ここからはバックとマウントを固定するプレートを作っていきます。ここに関しては特に考えることもないので、ひたすら僕に見てはもらっていきます。これでマウントとプレートの固定穴は完了です。ここからはバックとプレートの固定穴を開けていきます。バック側はレザーでできているので、多少穴位置がずれていてもなんとかなります。今回はアルミの材質を A5052 にしたので、加工が非常に楽です。ホームセンターなどで購入できるフラットは A1000 系が多くて、入手性はいいのですが、バリが出やすいという問題があります。粗加工が完了したので、マウントの位置出しをしていきます。当然、形状のデータ等ないので、現物合わせで作るっていうところが、なかなか難しい点ではあります。最近は Amazon で 3D スキャナーと売ってるんですけども、なかなか購入できるような金額ではないかなと思いますね。動画に戻りますが、マウントの上部はグラブマーの上に通しています。少しでも脱落しにくいようにっていうのを考えたためですね。マウントの穴位置をドリルビットでマーキングして穴開けしていきます。もっとスマートなやり方があると思うんですけども、ちょっとこのやり方しか思いつかなかったです。すでに2回やり直しているのでめんどくさかったっていうのもありますね。一旦完成した部品を組み合わせてみます。看護感は問題なさそうですね。以前作った時はここがちょっと渋くて作り直しました。ウインカーとプレートのクリアランスが怪しいので追加工しました。一旦全部品の仕上げが完了しました。動画にはしていませんが 5mm のスペーサーが2つ、バックを固定するプレートを2枚ずつ追加しています。加工時間は容量が悪いこともあり8時間ぐらいかかってます。ウインカーの逃げはマウントとプレートを両方とも切り欠く形で対応しています。あと前側のマウントがタンデムベルトと干渉するので、そちらも少し削り込んであります。取り付けるとこんな感じですね。こちらは車体右側になってます。そんなに見た感じ悪くないのかなというふうに思います。一応ですね、図面化してあるので、欲しい方がいればデータの方をお送りします。図面はあるものの多少の加工は必要になってくるかなって思いますが、ぜひチャレンジしていただけると嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございます。質問や意見があればコメント欄によろしくお願いします。では、さようなら。